各属性最強の忍び。ナルトの忍術って様々な属性に分かれているわよね。そうだな。基本となる5大性質変化から、2種類の性質変化を同時に発生させることで使用できる結形限界の性質変化など、様々な属性の忍術が登場しているな。それぞれの属性ごとの最強の忍びって誰なのか気になるわ。というわけで今回はナルトに登場する各属性ごとに最強の忍びを紹介していく。チャンネル登録お願いします。まずは、カトン最強の忍びだ。風遁に有利で、水遁に不利な性質変化ね。内派一族やサルトビ一族など、この葉隠れの里にはカトンの術を得意とする一族が多く、カトンの術を使用するキャラクターもこの葉隠れの里出身者が多い印象だな。火を扱うということで、他の性質変化よりも威力が高そうに感じられるが、実は作中でカトンの術が使用される際には防がれてしまったり、回避されてしまうことが多い。カトンの主な使用者としては、内派サスケ、内派イタチ、内派フガク、内派オビト、内派マダラ、サルトビアスマ、サルトビヒルゼン、ジライアなどがいる。少年期のサスケが主にカトンの術を使用していたこともあって、読者にも馴染み深い属性かもね。そして、カトン最強の忍びは内派マダラだ。マダラって完全復活後は、主にリンネガンを使用していたイメージが強いけど、なぜマダラがカトン最強の忍びなのかしら？マダラが江戸転生で蘇った直後に使用したカトン豪華滅却の術やカトン豪華滅失といった術の威力は非常に高く、規模も大きいため、相性が良い水遁で相殺したり、回避するのも不可能なほどだ。カトンを得意とする内派一族の忍びはみんな強力なカトン忍術を使用するが、マダラの使用した術はその中でも頭一つ抜けて強力であるため、カトン最強の忍びとして選ばせてもらった。確かに、マダラのカトンの使用回数はサスケとかに比べるとあまり多くなかったけど、そのインパクトは絶大だったわね。次に紹介するのは、風遁最強の忍びだ。ライトンに有利で、カトンに不利な性質変化ね。風遁の術は、砂隠れの里に使用者が多く、この葉隠れの里に風遁を使用する忍びはあまりいないという設定だが、主な使用者を見てみると、意外とこの葉隠れの里の忍びも多かったりする。風遁の忍術の特徴としては、その風圧で相手を吹き飛ばす術だったり、真空を作り出して相手を切り裂く術が多いことが挙げられる。風遁の主な使用者としては、手まり、バキ、ガーラ、サルトビアスマ、志村団蔵、渦巻きナルト、長門などがいるな。ナルトも風遁を使うのよね。少年漫画で主人公が風属性っていうのはかなり珍しい気がするわね。そして、風遁最強の忍びは主人公でもある渦巻きナルトだ。さすが主人公というところね。ナルトが風遁最強の忍びに選ばれた理由は何かしら？ナルトの作中において、手まりが自ら忍び連合には私以上の風遁使いはいないと発言し、そこにナルトが俺がいるぞと登場するシーンがあるんだが、手まりからの反論がないことから忍び連合においてはナルトが最強の風遁使いであると考えることができる。さらに、ナルトが使用する風遁螺旋手裏剣は、直撃した相手の細胞の経絡系を損傷させてしまう非常に殺傷力の高い術であることからも、ナルトを風遁最強の忍びに選ばせてもらった。ナルトの息子であるボルトも風遁の性質変化を受け継いでいるようだし、今後の展開次第ではボルトも風遁最強の忍び候補に入ってくるかもね。次に紹介するのは、ライトン最強の忍びだ。ドトンに有利で、風遁に不利な性質変化ね。主人公であるナルトの担当上人である畑かかしやライバルの内派サスケが使用しているため、作中ではかなり頻繁に登場する性質変化だ。また、雲隠れの里もライトンの使用者が多い。ライトンチャクラを体に流すと神経伝達速度が向上することもあってか、ライトンの忍術は他の性質変化に比べて体術と組み合わせた術が多い印象だな。ライトンの主な使用者としては、内派サスケ、畑かかし、三代目ライカゲ、四代目ライカゲ、キラー B、ダルイ、C がいる。そんなライトン最強の忍びはやっぱりサスケかしら？サスケの使用するキリンやインドラの矢は強力だものね。確かに、サスケの実力は作中でもトップクラスだし、サスケの使うライトン忍術も強力だ。しかし、サスケの実力はライトン忍術というよりも万華鏡車輪眼や輪廻車輪眼によるものであるし、サスケの使用するライトンの忍術の中で最も威力の高いインドラの矢も純粋なライトンの忍術とは言い難い。そのため、今回は別のキャラクターを選ばせてもらった。別のキャラクターって誰かしら？それは、三代目ライカゲだ。三代目ライカゲは非常に強靭な体の持ち主で、息子である四代目ライカゲ同様ライトンのチャクラを身にまとい、戦闘を行う。そんな三代目ライカゲが使用する地獄突きは、非常に貫通力の高い術で純粋なライトンの忍術としてはトップクラスの威力と言ってもいい。
このように、三代目雷影はほぼライトンのみで戦うということもあり、今回は三代目雷影をライトン最強の忍びに選ばせてもらった。次に紹介するのは、ドトン最強の忍びだ。スイトンに有利で、ライトンに不利な性質変化ね。ドトンの忍術を使用する忍びは、岩隠れの里の出身者に多い。また、土を操ることができる性質変化であるため、壁を作り出すなど他の性質変化に比べて防御系の忍術が多い印象だ。一方で、デイダラの使用する起爆粘土のように、破壊力の高い忍術も存在している。ドトンの主な使用者としては、畑かかし、地雷や、ヤマト、次郎坊、三代目土影、赤土、木土、黒土などがいる。作中終盤ではマダラや十尾の攻撃を防ぐために、複数人で発動するドトンが使われていたわね。そして、ドトン最強の忍びは三代目土影の大貫だ。大貫ってジントンのイメージの方が強いけど、なぜ大貫がドトン最強の忍びなのかしら。確かに、大貫の使用するジントンは強力で、大貫の強さの秘訣はジントンであると言ってもいい。しかし、大貫はドトンのみで戦っても十分に強いと考えられる。まず、触れたものを軽くする軽銃眼の術を使用すれば、空中で戦闘を行うことが可能だ。ナルトに登場する忍びでも空を飛べるキャラは少なく、これはかなりのアドバンテージと言える。他にも、荷重眼の術や剣眼の術、ゴーレムの術は威力が高いだけでなく、相手の妨害に使用できるなど応用性も高い。そのため、今回は大貫をドトン最強の忍びに選ばせてもらった。5大性質変化で最後に紹介するのが、スイトン最強の忍びだ。カトンに有利で、ドトンに不利な性質変化ね。スイトンの忍術を得意としているのは、霧隠れの里の忍びたちだ。基本的に水場でなければ大規模なスイトンの術は使えないそうだが、術者の実力が高ければその限りではないようで、作中終盤ではほとんどのスイトンの術が水のない陸地で使用されている。スイトンの主な使用者は、二代目火影、二代目水影、桃地ザブザ、星垣キサメ、ホウズキ水月などがいる。バトル漫画の水属性って回復とか、サポートの技が多いイメージだけど、ナルトのスイトンって攻撃のための術が多いわよね。そんなスイトン最強の忍びは、星垣キサメだ。実力者しかなれない里のトップを務める二代目火影や、二代目水影ではなくてキサメが選ばれた理由は何かしら？二代目火影はあくまで攻撃手段の一つとしてスイトンを使用しており、メインで使用するというわけではない。また、二代目水影も純粋なスイトンというよりスイトンと幻術を組み合わせた戦闘スタイルをとっている。そのため、純粋なスイトン使いとしてはキサメが最強だと考えられる。キサメはサメ肌を使って戦うこともあるが、彼の使用する忍術はほぼ全てがスイトンだ。さらに、彼の使用する水狼サメ踊りの術は、作中に登場するスイトンの中で唯一得得難易度 S ランクの術であり、キサメがスイトンの扱いに非常に長けているということがわかる。そのため、今回はキサメをスイトン最強の忍びに選ばせてもらった。チャンネル登録お願いします。ここまでは、5大性質変化における最強の忍びを紹介してきたが、ここからは結界限界の性質変化ごとの最強の忍びを紹介していく。結界限界の術は、5大性質変化よりも強力なものが多いから楽しみだわ。まず紹介するのは、ヒョウトン最強の忍びだ。スイトンとフートンのチャクラを合わせることで、使用できる性質変化ね。ヒョウトンの術は、相手を凍らせて相手の行動を阻害したり、氷の刃物を作り出し、相手を切りつけるような術が多いのが特徴だな。ヒョウトンは、霧隠れの里の雪一族に伝わる結界限界で、作中において、主な使用者は白とその母しかいないんだが、劇場版に登場する雪隠れの里の忍びや、かかし秘伝に登場する霧隠れの抜け人もヒョウトンを使用することができる。作中で初めて登場した結界限界の性質変化よね。ヒョウトン最強の忍びはやはり白だ。彼の使用するヒョウトン秘術、魔境表彰は、自身の身を作り出す氷の鏡を作り出し、その中を高速移動することが可能で、車輪ガンほどの洞察力がなければ攻撃を回避するのは至難の技であり、その移動速度は飛来神の術やライトンチャクラモードに匹敵する可能性もある。次に紹介するのは、木トン最強の忍びだ。スイトンとドトンのチャクラを合わせた上で、大筒木やシュラのチャクラを合わせることで使用できる性質変化ね。スイトンとドトンのチャクラはともかく、大筒木やシュラのチャクラを持つ者は少なく、先天的に木トンを使用できるのは、大筒木やシュラ、大筒木家具や、初代火影の3人のみだ。しかし、初代火影の細胞を移植することで後天的に木トンを使用することが可能であり、ヤマトなども木トンを使用することができる。木トンって使用者によって術の規模や威力の差が激しいわよね。絶やヤマトの木トンと初代火影の木トンはレベルが違いすぎるわ。そんな木トン最強の忍びはもちろん初代火影、千住柱間だ。
柱間は、忍びの神とも呼ばれるほどの圧倒的な力の持ち主で、木遁で広大な密林を作り出すこともできる。さらに、戦術と組み合わせた神数戦術は、美獣を頭の上に乗せられるほど巨大な戦術観音を作り出し、無数の手から放たれる剣撃は地形を変化させるほどの威力を誇る。そんな威力の木遁を使用できる柱間を木遁最強の忍びに選ばせてもらった。次に紹介するのは、円遁最強の忍びだ。他の性質変化と違って、万華鏡車輪眼を開眼することで使用できるようになる性質変化ね。円遁の術は、万華鏡車輪眼の能力であるアマテラスによって生み出された消えない黒い炎を同じく万華鏡車輪眼の能力である下部土で操る術となっている。一応、アマテラスはイタチも使えるんだが、明確に円遁を作中で使用していたのは内派サスケのみのため、円遁最強の忍びはサスケということにさせてもらう。次に紹介するのは、陽遁最強の忍びだ。カトンとドトンのチャクラを合わせることで使用できる性質変化ね。陽遁は、使用者によって操る物質が異なっており、黒土は石灰、土台はゴム、老子とナルトは溶岩を操っている。なぜ、陽遁だけこのように操る物質が異なるのかは不明だ。ナルトや老子は4尾のおかげで陽遁を使えるのよね。そんな陽遁最強の忍びは、渦巻きナルトだ。ナルトがマダラとの戦いで使用した陽遁螺旋手裏剣は、真珠を切断してしまうほどの威力を発揮しているため、ナルトを陽遁最強の忍びに選ばせてもらった。次に紹介するのは、陽遁最強の忍びだ。陽遁と同じくカトンとドトンのチャクラを合わせることで、使用できる性質変化ね。読み方も一緒だから間違いやすいけどそれぞれ違う性質変化とされているようね。陽遁の忍術は、強酸性の液体を操ることが可能で、作中で登場した使用者は5代目水影のテルミメイのみだ。そのため、陽遁最強の忍びはテルミメイだ。次に紹介するのは、人遁最強の忍びだ。カトン、ドトン、フートンのチャクラを合わせた結形淘汰と呼ばれる性質変化ね。人遁は、様々な形の物体を相手に飛ばし、その物体に当たった人間や物を分子レベルまで分解してしまうという忍術だ。正直、威力だけで考えると作中に登場する性質変化の中でも最強クラスと言える。人遁の使用者は、開発者である2代目土影のムーとそれを伝授された3代目土影の大野木だ。相手を分子レベルに分解するってかなりエグい術よね。そんな人遁最強の忍びは大野木だ。開発者であるムーも人遁に関してはかなりの使い手ではあるんだが、ムーの基本戦術は自分の姿とチャクラを消したり、二つに分裂することで奇襲をかけるものであり、彼の強さはその戦術によるものも大きい。そのため、純粋な人遁使いとしては大野木の方が強いのではないかと考え、大野木を選ばせてもらった。次に紹介するのは、ラントン最強の忍びだ。水遁とライトンのチャクラを合わせることで使用できる性質変化ね。ラントンという名前だが、光を操る性質変化であるため、ライトンにかなり近い印象だな。雲隠れの里ではかなりメジャーな性質変化なようで、ダルイも使用している。また、陸道仙人化したマダラもラントンを使用している場面が見受けられる。ライトンもそうだけど雲隠れの里の忍びが使用する忍術の名前ってナルトの中でもかなり異質よね。そんなラントン最強の忍びは、ダルイだ。ダルイが作中で披露したラントンレーザーサーカスは、まさにレーザービームのような光線をいくつも放つ術で、その軌道も自由にコントロール可能なため、対複数の戦いには最適の忍術だな。次に紹介するのは、ジトン最強の忍びだ。フートンとドトンのチャクラを合わせることで使用できる性質変化ね。チャクラを磁力に変えることが可能で、3代目風影はジトンによって砂鉄を、4代目風影とガーラは、砂金を操っている。また、視覚のおかげでナルトもジトンを使用することが可能だ。砂金を操れるなんて、戦闘以外にも人も受けできそうだわ。そんなジトン最強の忍びは、3代目風影だ。彼はナルト本編開始時にはサソリによって殺害されていたが、歴代最強の風影とも呼ばれるほどの実力者だ。戦闘シーンがサソリの傀儡として操られているシーンしかないため、彼本人の戦闘スタイルは不明だが、ジヨバーによると砂鉄をあらゆる形状に変化させ、状況に応じた武器を作り出して戦っていたようだ。次に紹介するのは、バクトン最強の忍びだ。どの性質変化のチャクラを合わせて使用可能になるかは不明な性質変化ね。バクトンの忍術は、触れたものを爆発させるというわかりやすい忍術だ。ドトンの時にも触れたが、レイダラの使用する起爆粘土はバクトンには含まれない。そのため、作中で登場したバクトンの使用者は、岩隠れのガリというキャラクターのみであり、彼がバクトン最強の忍びになる。次に紹介するのは、シャクトン最強の忍びだ。カトンとフートンのチャクラを合わせることで、使用できる性質変化ね。
尺遁の忍術は、対象の体の水分を蒸発させることで干からびさせてしまう忍術だ。ナルトとサスケが共闘した際、ナルトの風遁超大玉螺旋手裏剣とサスケのスサノオカブ土を組み合わせた忍術に、尺遁の名が付けられていたが、この術は結形限界の性質変化とは異なる。そのため、作中で登場した尺遁の使用者は砂隠れの里のパクラのみで、パクラが尺遁最強の忍びとなる。最後に紹介するのは、フットン最強の忍びだ。カトンと水遁のチャクラを合わせることで使用できる性質変化ね。フットンの忍術は、霧や蒸気を操ることができる。また、フットンで操ることができる霧は強酸性であり、触れたものを溶かしてしまう。フットンの使用者は、霧を操る5代目水影のテルミメイと語尾のおかげで高温の蒸気を操ることができるようになったナルトの2人だ。テルミメイってヨートンとフットンの2つの結形限界を使用できるのね。そんなフットン最強の忍びは5代目水影、テルミメイだ。作中ではあまり疲労の機会はなかったが、強酸性の霧というのはかなり厄介で、誤って吸い込むものなら体の内部から溶けてしまうし、気体であるため液体と比べてかなり回避が難しい。そのため、ナルトではなくテルミメイをフットン最強の忍びに選ばせてもらった。チャンネル登録お願いします。というわけで今回は、各性質変化ごとの最強の忍びを紹介してきた。ナルトには数多くの性質変化が登場するため、こんな性質変化もあったんだと知ってもらえたら嬉しい。今回の動画に関する感想や、意見があったら、コメントで教えてもらえたら嬉しいわ。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。